り解説。映画の狂気、名作の裏側は地獄だった。俳優スタッフを極限まで追い詰めた伝説の鬼監督エピソード10選。映画史に残る名作の裏側は、実は俳優やスタッフを極限まで追い詰める、地獄のような現場だったんだぜ。あんなに美しい映像や感動的な演技の裏で、そんな恐ろしいことが起きていたの？ああ、CG 技術が未発達だった昔は、危険なシーンも全部実写で撮るしかなかったんだ。コンプライアンスなんて言葉もない時代で、安全基準もガバガバだったのぜ。今じゃ考えられないくらい過酷な労働環境だったのね。その上、完璧主義の監督が絶対的な権力を持っていたからな。納得いくまで100回以上テイクを重ねたり、命がけの演出を強要したりと、現場を完全に支配していたんだ。でも、そんな狂気のようなこだわりがあったからこそ、映画史に輝く傑作が生まれたのも事実なのよね。その通りだ。今回は、現場を絶望させた伝説の鬼監督のエピソードを10個紹介するぜ。第10位、デビッド・フィンチャー。映画、ゾディアック、2007年。第10位は、2007年公開、デビッド・フィンチャー監督のサスペンス映画、ゾディアックだ。この現場は、監督の極端な完璧主義のせいで、俳優たちにとって終わりの見えないテイク地獄と化していたんだぜ。完璧主義って、具体的にどれくらいヤバかったの？妥協しないのはいいことのように思えるけど、もちろん作品への情熱から来ているんだが、フィンチャー監督は妥協を絶対に許さない。そのため、場面によってはなんと70テイクを超えたこともあったらしいんだ。同じ芝居を延々と繰り返させられるんだぜ。70回も同じお芝居をやり直すの。それは精神的におかしくなりそうね。ああ、しかも撮影が長引くせいで、主要キャストのロバート・ダウニー・ジュニアは14時間立ちっぱなしだったと強い不満を抱いていたんだ。自分の控え室に戻って休憩する時間すらほとんどなかったそうなんだぜ。14時間も立ちっぱなしなんて過酷すぎるわ。あのロバート・ダウニー・ジュニアも黙ってなかったんじゃない？その通りだぜ。ついに限界を迎えた彼は、現場の環境への強烈な抗議を示すために、なんとセットの隅に自分の尿を入れたメイソンジャーを放置したとされているんだ。いくらなんでもそれはやりすぎじゃない？ハリウッドスターのやることとは思えないわ。異常な抗議だが、それだけ現場が極限状態だったってことだな。実はこれ、デジタル撮影に移行して、フィルム切れを待つ休憩時間がなくなったことで、トイレに行くいとますら与えられなかった監督への、彼なりの猛烈な皮肉だったんだぜ。なるほど、ただの嫌がらせじゃなくて、漏らすしかないほど過酷だっていう命がけのメッセージだったのね。その執念があったからこそ、あそこまで緻密でリアルな傑作が生まれたんだろうな。名作を生み出すための狂気は、2000年代の作品でも健在だったんだ。さあ、次はもっとヤバい現場を見ていくぜ。第9位、ウィリアム・フリードキン。映画、エクソシスト、1973年。続いて第9位は、1973年公開のオカルトホラーの金字塔、ウィリアム・フリードキン監督のエクソシストだ。この現場は、役者からリアルな恐怖の表情を追求するあまり、もはや物理的な攻撃が飛び交う戦場のような状態だったんだぜ。ホラー映画の撮影現場ってだけでも気味が悪くて怖いのに、物理的な攻撃って一体どういうことなの？まず監督は、悪魔払いのシーンで役者の白い息を本物として撮るため、寝室セットを氷点下レベルまで冷やしたんだ。冷え切った極寒のセットの中で撮影が行われたから、俳優たちの震えや凍える様子は一切の演技じゃなくてガチだったんだぜ。本物の白い息を取るためだけにそこまでやるの？長時間の撮影だけでも本当に体調を崩しそうだけど。さらに、恐怖で怯える俳優の生々しいリアクションを求めるあまり、突然セット内で空砲を発砲し、俳優の本物の驚きを引き出したこともあったんだ。いきなりバンって大きな銃の音が鳴り響くなんて心臓が止まりそうよ。常にビクビクしながらお芝居してたのね。また、悪魔に取り憑かれた娘に母親が突き飛ばされる激しい場面では、母親役のエレン・バースティンがワイヤーで強く引っ張られ、
本当に負傷してしまったんだ。本編で使われたエレン・バースティンの悲鳴は、本当の痛みによるものだったんだぜ。つまり、映画の中で苦痛に歪んでいるあの恐ろしい顔は、お芝居じゃなくてマジの悲鳴だったってこと？そういうことだ。極めつけは、ダイアー神父の悲しむシーンの撮影だ。監督はカメラの前でリアルな動揺と感情を撮るため、本物の神父でもあるオマリーを、撮影直前に平手打ちしたとされるんだ。そのままカメラを回してあの名シーンが生まれたんだぜ。まさかのビンタまで、昭和のホラー映画の裏側は、コンプライアンスなんて全く存在しない、まさに狂気の現場だったのね。第8位、ジェームズ・キャメロン。映画、アビス、1989年。第8位は、1989年公開の SF 映画、ジェームズ・キャメロン監督のアビスだ。この現場は、暗くて冷たい水中に長時間閉じ込められるという、まさに命がけの過酷な撮影だったんだぜ。水中の撮影ってだけでも息苦しそうだけど、セットとか普通のプールで撮ったんじゃないの？いや、キャメロン監督はリアリティを求めて、未完成の原子力発電所の冷却塔を利用した巨大な水槽を作ったんだ。約2600万リットルもの水が張られた暗闇の中で撮影が行われたんだぜ。原発の冷却塔って規模が大きすぎるわ。そんなところで撮影するなんて、ただごとじゃないわね。さらに監督の完璧主義のせいで、俳優たちは1日20時間近くも重い潜水服を着て水中に留まることを余儀なくされた。その結果、多くのキャストやスタッフが耳の感染症や極度の疲労に悩まされたんだ。1日10時間も水の中。そりゃ体も心もボロボロになるわよ。深刻な事故とか起きなかったの？それが起きてしまったんだ。主演のエド・ハリスの酸素タンクが撮影中に空になり、安全ダイバーから渡された予備の呼吸器も不具合を起こしていて、彼は本気で溺死しかけるという重大な事故が発生したんだぜ。一歩間違えれば本当に死んでいたかもしれないじゃない。ああ、死の恐怖に直面したハリスは激怒して、キャメロン監督の顔面を殴りつけたという伝説が残っているくらいだ。彼にとって極限のトラウマになり、長年この映画について語ることを拒否していたほどなんだぜ。映画の完成のためとはいえ、役者の命を危険にさらすなんて本当に恐ろしい現場だったのね。妥協なき映像美の裏には、文字通り死と隣り合わせの地獄の撮影現場があったってことだな。さて、次も自然界での極限状態のサバイバル現場を紹介するぜ。第7位、アレハンドロ・G・イニャリト。映画、レベナント、よみがえりし者、2015年。第7位は、2015年公開のアレハンドロ・ジーイニャリツ監督の映画、レベナント蘇りし者だ。これは輝かしいアカデミー賞受賞の裏側にあった、生きて帰るのがやっとの撮影現場のエピソードだぜ。アカデミー賞を取った有名な名作よね。生きて帰るのがやっとの現場って、一体どんな過酷なロケだったの？監督と撮影監督が人工照明を一切使わず、自然光のみでの撮影にこだわったんだ。一日数時間しかない撮影チャンスを待つため、マイナス20度を下回る極寒の雪山でキャストやスタッフは長時間の待機を強いられたんだぜ。マイナス20度の雪山で毎日何時間も待たされるなんて、想像しただけでも凍えそうよ。さらに狂気的なリアリティを求めた結果、主人公が馬の死骸の中で暖を取るシーンでは、衛生上の理由から精巧な小道具が使われたんだが、主演のレオナルド・ディカプリオは不快なそのプロップの中に実際に裸で入り込み、極限状態を演じきったんだ。裸で、いくら作り物の小道具とはいえ、ディカプリオの凄まじい役者魂ね。彼の執念はそれだけじゃないぜ。彼は普段赤身肉を避ける生活だったが、偽物の小道具の肝臓に納得がいかず、自ら志願して本物のバイソンの生肝臓を食べたんだ。本編での嘔吐しそうな反応は一切の演技じゃないんだぜ。本物の生の肝臓を食べるなんて信じられないわ。まさに命がけの役作りね。ああ、ただ、あまりの過酷さと監督の完璧主義によるスケジュールの遅延に耐えかねて、現場ではスタッフの解雇や自発的な辞職が相次いだんだ。
まさに芸術的達成のための過酷な代償と言える、地獄のような現場だったのぜ。素晴らしい芸術作品のためとはいえ、スタッフの大量離脱まで起きるなんて本当に恐ろしいわね。まさに狂気の沙汰だったな。さて、次は動物を使ったあの有名なパニック映画のヤバすぎる裏側を見ていくぜ。第6位、アルフレッド・ヒッチコック。映画、鳥、1963年。続いて第6位は、1963年公開の動物パニック映画の原点、サスペンスの神様アルフレッド・ヒッチコック監督の鳥だ。恐怖の巨匠のリアルへの執着が、主演女優をトラウマ級の地獄に突き落としたんだぜ。鳥が人間を襲うあの有名な映画ね。サスペンスの神様って呼ばれるくらいだから、やっぱり撮影現場も普通じゃなかったの？ああ、主演女優のキッピ・ヘドレンは、屋根裏部屋で鳥の大群に襲われるクライマックスの撮影前に、機械仕掛けのダミーを使うと約束されていたんだ。でも撮影当日、急に本物の鳥を使うと告げられたんだぜ。急に本物の鳥に変更なんて、絶対パニックになっちゃうわよ。その通りだぜ。監督はリアリティへの異常な執着から、スタッフに命じて生きたカモメやカラスを、なんと5日間にもわたって何度もヘドレンに向かって直接投げつけさせたんだ。5日間も本物の鳥を投げつけられ続けるなんて、想像しただけで発狂しそう。絶対に怪我するんじゃないの？悲惨なことに、投げつけられた鳥の1羽が彼女の顔、しかも目のすぐ近くをつついてしまい、実際に頬から出血する怪我を負ってしまったんだぜ。顔に紐でくくりつけられた鳥が暴れたりもしたらしい。ひどすぎる。一歩間違えたら失明していたかもしれないじゃない。全くその通りだぜ。5日間の凄惨な撮影の末、肉体的にも精神的にも極限まで追い詰められた彼女は、セットで泣き崩れてしまったんだ。過労とショックで倒れ、医師から1週間の絶対安静を命じられて撮影がストップする事態になったのぜ。素晴らしい恐怖の演出の裏で、女優さんが本物のトラウマを植え付けられていたなんて本当に胸が痛いわ。サスペンスの神様の天才性と表裏一体の狂気を示す、恐ろしいエピソードだな。さあ、次は人力で巨大船を山越えさせたあのヤバすぎる監督の話だぜ。第5位、ベルナー・ヘルツォーク。映画、フィッツカラルド、1982年。第5位は、1982年公開のベルナー・ヘルツォーク監督の映画、フィツカラルドだ。この現場はまさに不可能への挑戦であり、狂気と芸術の境界線が完全に崩壊した伝説のロケだったんだぜ。狂気と芸術の境界線が崩壊って、今まで以上にヤバそうな響きね。具体的に何に挑戦したの？アマゾンのジャングルを舞台にしたこの作品で、監督はなんと重さ320トンもある本物の巨大な蒸気船を、特殊効果や模型を一切使わず、人力だけで山越えさせたんだ。320トンの本物の船を人力で山越え。そんなの正気の沙汰じゃないわ。どうやって引っ張ったの？現地の先住民数百人をエキストラ兼労働者として雇い入れて引っ張り上げたんだ。ぬかるむ泥の中での危険な作業が続いたため、怪我人が続出する過酷な現場となったんだぜ。まさに命がけの芸術ね。でも、そんな過酷な状況なら、役者さんも黙っていなかったんじゃない？ああ、主演のクラウス・キンスキーは非常に気性が荒くて、現場でたびたび暴れては監督やスタッフと激しく衝突していたんだ。過去の作品でも、監督が彼に銃を向けて脅したほど殺意に満ちた確執があったくらいだからな。監督と主演俳優が殺し合い寸前だったなんて恐ろしすぎるわ。周りの人たちも気が気じゃなかったでしょうね。実際、キンスキーがあまりにも現場で狂気的な振る舞いをして周囲を怯えさせたため、見かねた先住民の長老が監督に対して彼を殺してあげようかと本気で提案してきたという伝説が残っているんだぜ。映画の撮影現場で暗殺の提案なんて聞いたことないわよ。芸術という狂気に取り憑かれた男たちの執念が、常識を完全に破壊していたんだな。ここはまさに、映画の神に呪われ、そして愛された現場だったのぜ。次はもっと人間の尊厳に関わる問題作だぜ。第4位、ベルナルド・ベルトルッチ。映画、
ラストタンゴインパリ、1972年。第4位は、1972年公開のベルナルド・ベルトルッチ監督によるラストタンゴ・イン・パリだ。この現場で起きたのは、もはや過酷な撮影という次元を超えた、女優に対する完全な信頼の裏切りであり、深刻な尊厳の侵害だったんだぜ。尊厳の侵害。これまでのお話も十分怖かったけど、ちょっと意味合いが違ってきそうね。一体何があったの？映画史に残る有名な暴行のシーンで、ベルトルッチ監督と主演のマーロン・ブランドが事前に結託し、相手役の女優に秘密で詳細な演出の密約を交わしていたんだ。秘密の密約？それって、大事なお芝居の内容を女優さんに隠していたってこと？その通りだ。被害を受ける役を演じたマリア・シュナイダーは当時わずか19歳だったんだが、本番直前までバターを使用するという演出を知らされていなかった。完全な同意のない演出が強行されたんだぜ。19歳の女の子にそんな恐ろしい騙し討ちをするなんて、どうしてそんな非人道的なことをしたの？監督は後に、彼女には女優としてではなく、一人の女の子として反応して欲しかった。彼女のリアルな怒りと屈辱感を取りたかったと語り、意図的に彼女の尊厳を傷つけたことを自ら認めているんだぜ。リアルな表情を撮るためなら、一人の人間の心を踏みにじってもいいなんて絶対に間違っているわ。ああ、絶対に許されることじゃない。シュナイダーは後に少しレイプされたように感じたと悲痛な告白をしている。この撮影は彼女に一生消えない傷を負わせ、生涯にわたるトラウマや精神的問題をもたらしたんだ。本当に胸が苦しくなるわ。名作の裏側という言葉で片付けていい問題じゃないわね。この事件は決して肯定されてはいけない。映画界の倫理が問われる最悪の暴挙だぜ。一人の女性の人生を狂わせた事実を重く受け止めつつ、いよいよトップ3の発表に行くぜ。第3位、黒澤明、映画、蜘蛛の巣城、1957年。いよいよトップ3の発表だ。第3位は1957年公開、世界の黒沢こと黒澤明監督の蜘蛛の巣城だぜ。現場で天皇と恐れられた黒沢監督の異常な執念が、あの伝説のクライマックスを生み出したんだ。世界の黒沢ね。黒沢監督って妥協を許さない完璧主義で有名だけど、一体どんな撮影をしたの？クライマックスで主人公が無数の矢を追いかけられるシーンがあるんだ。監督はリアリティを極限まで追求するため、なんとダミーではなく、大学の弓道部の学生たちに本物の矢を追いかけさせたんだぜ。学生に、プロじゃないなんて、手元が狂ったらどうするのよ。絶対に当てちゃいけないプレッシャーで学生も震えてたでしょうね。お芝居なのに本物の矢を使うなんて、一歩間違えたら大惨事になるじゃない。矢にはテグスを結んで軌道がそれないよう誘導する安全対策はあった。だが、主演の三船敏郎の顔のわずか数センチ横に、次々と本物の矢が突き刺さる極めて危険な撮影だったんだぜ。数センチ横に本物の矢が飛んでくるなんて、想像しただけで足がすくむわよ。本当に命がけね。矢はセットの板に深く刺さるから、三船のすぐ背後で、ドス、ドス、と木に刺さる恐ろしい音が鳴り響き続けた。本編に映る三船の顔は演技ではなく、ガチの恐怖そのものだったんだ。つまり、あの CG では不可能な迫力は、本気で命の危険を感じた生々しい表情から作られていたのね。ああ、そして撮影後、命を軽視されたことへの侍のような魂の怒りを爆発させた三船が、散弾銃を持って黒沢監督の自宅に殴り込もうとしたという伝説まで語り継がれているんだ。散弾銃を持って、それだけ本気で怒るのも当然よね。でも、それでお蔵入りにならなかったのね。単なる暴力じゃないんだ。命がけのあうんの呼吸で数々の名作を作り上げてきた二人だからこその、愛憎入り混じる信頼関係があってこそのエピソードだぜ。まさに日本映画史に残る狂気の撮影だな。第2位、フランシス・フォード・コッポラ、映画、地獄の黙示録、1979年。第2位は、1979年公開のフランシス・フォード・コッポラ監督による地獄の黙示録だ。
この現場はまさに映画史上最大のトラブル続きで、フィリピンのロケ地そのものがベトナム戦争そのものと化していたんだぜ。ベトナム戦争そのものって、撮影現場で一体どんな恐ろしいことが起きていたの？まず巨大な台風が直撃して、莫大な費用をかけたセットが全壊したんだ。撮影は数ヶ月も中断し、監督は自宅やワイナリーを担保に入れ、自費を投じてまで撮影を再開させた。まさに人生をかけた博打だったんだぜ。自費を投じてまで、家まで担保に入れるなんて、もう後戻りできない状態じゃない。ああ、だが呪われた制作工程は終わらない。過酷な環境と極度のプレッシャーから、主演のマーティン・シーンが重度の心臓発作を起こし、泥の中を張って助けを求めるという生死をさまよう大事件が起きたんだぜ。主演俳優が心臓発作。そんなの一大事よ。すぐに撮影中止になっちゃうじゃない。だが制作中止を恐れた監督は、スタジオに対して、彼は熱中症で倒れただけだと必死に隠蔽したんだ。映画を絶対に完成させるための、背水の陣としての狂気の沙汰だったのぜ。なるほど、単に嘘をついたんじゃなくて、絶対に作品を完成させるっていう必死さゆえの行動だったのね。監督自身も精神的に崩壊し、映画の出来が悪ければ自殺すると漏らすほどだった。さらに大物俳優マーロン・ブランドがセリフを一切覚えず激太りして現場に現れるなど、誰もが限界を迎えていたんだぜ。監督も役者もみんな心身ともにボロボロだったのね。タイトル通り、現場そのものが地獄の目視録だったんだわ。すべてを失う覚悟で臨んだ執念が、あの狂気に満ちた圧倒的な傑作を生んだんだ。さあ、次はいよいよ第1位の狂気現場の発表だぜ。第1位、スタンリー・キューブリック。映画、シャイニング、1980年。いよいよ第1位だ。最も恐ろしい第1位は、1980年公開のスタンリー・キューブリック監督によるシャイニングだぜ。ここは完璧主義の怪物が、一人の女優を極限まで破壊した伝説の現場だ。ホラー映画の金字塔ね。完璧主義の怪物って、具体的にどんな恐ろしいことをしたの？彼は妻役のシェリー・デュバルから本物の恐怖に怯える精神状態を引き出すため、スタッフ全員に彼女に一切同情するな、慰めるなと命じ、現場で意図的な精神的追い込みをかけたんだぜ。現場全体から完全に孤立させられたってこと？逃げ場がないなんてかわいそうすぎるわ。ああ、彼女がバットを振り回して階段を後ずさる有名なシーンでは、なんと127テイクの地獄を味わわせたんだ。通常の映画なら長くても数テイク、多くても10テイク程度で終わるシーンなのに、その10倍以上の回数、同じ恐怖を繰り返させたんだぜ。127回も同じ恐怖を演じるなんて、もはや洗脳に近いわよ。実際、終わらないテイクの繰り返しで彼女は極度のストレスを抱え、髪の毛が束になって抜け落ちるほど衰弱したんだ。毎日泣き叫び続けたことで脱水症状になり、常に水のボトルを持ち歩いていたそうだぜ。髪が抜け落ちて脱水症状になるまで追い詰めるなんて、もう演出なんてレベルを超えているわ。この異常な執念の結果、映画史に永遠に語り継がれるシーンに迫る恐怖の表情が焼き付けられた。だが、彼女はこの撮影で深刻なトラウマを抱え、長年苦しむことになったんだ。史上最も恐ろしい演技の代償は、彼女の心に深い傷を残してしまったのね。彼女の素晴らしいお芝居には、心からの敬意を持ってみなくちゃいけないわ。ああ、決して美化してはいけない。映画界の歴史に刻まれた最も過酷で狂気的な現場のエピソードだぜ。エンディング、まとめ。さて、今回は名作の裏側は地獄だった。俳優スタッフを極限まで追い詰めた伝説の鬼監督エピソード10選を紹介したぜ。どの現場もコンプライアンス皆無の時代だからこそ起きた狂気の沙汰だったわ。でも、そんな極限状態を乗り越えた俳優さんたちのおかげで、私たちが感動する名作が残っているのよね。その通りだぜ。監督の異常な執念と、それに耐え抜いた俳優たちの魂のぶつかり合いがあったからこそ、何十年経っても色褪せない傑作が生まれたんだ。映画の見方が完全に変わっちゃったわ。今度から、あのお芝居の裏にはどんな苦労があったのか想像しながら見てしまいそう。
今回紹介した映画の中で、みんなが一番驚いたエピソードがあったら、ぜひコメント欄で教えてくれよな。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それでは、次回の動画でお会いしましょう。